皆さん洗車してますか？これ洗車してる人全員が思ってることだと思いますが、洗車の後の拭き上げの時に、こういうミラー下の隙間に入り込んだタオルで拭いても取れない水とか、こういうグリルについた水滴をタオルで拭くのって結構時間がかかるので正直しんどいですよね。そこで最近ではこういうブロワーを使うことでタオルでは15分かかってたところを1分で全部水滴飛ばせるようになるので、ブロワーを使い始めてる人結構増えてきてる。そして2024年の初め頃、風力がアホほど強いアリエクの最強ブロワーが日本に上陸して SNS でかなり話題になって、最近ではアリエクだけじゃなく Amazon でも気軽に買えるようになってきましたが、僕が半年ほど前にポチった Amazon でも今結構売れてるこの X64 の最強ブロワー。こちらのブロワーの性能はそのままで、サイズがここまで小さくなってさらに価格もだいぶ下がった小型モデルが最近新たにアリエクに出てたので、速攻でポチってから1ヶ月ぐらい使いましたんで、今回の動画ではこの小さいブロワーが果たして前の大きいモデルと同じぐらいここまで勢いよく水滴が飛ばせるのか、そもそも大きさ以外に何か変わったところがあるのか、1ヶ月使ってみた感想や国産マキタのブロワーよりも風力が2倍強いエアダスターと比べてみてどうなのかなど徹底的にレビューします。ということで今回届いたのがこちら X64 のミニモデル。前回の時と比べて外箱がだいぶおしゃれになってます。参考までにこれが前のやつでなんか段ボールみたいな感じだったのがこれに変わったのでかなりおしゃれになった気がします。早速中身を開けると、これは本体。USB-C ケーブル。めっちゃ簡単な日本語と英語の説明書。これだけなのでだいぶシンプルです。前回の大きいサイズの方には AC ケーブルが入ってましたが、今回は USB-C ケーブルだけなんで、家にある USB 充電器を使って充電するスタイルに変わりました。0から満充電までは 20W の充電器だと3時間ぐらいで、充電中はここが赤く光って充電が満タンになると緑に変わります。ブロワーの見た目ですが、ほぼ手のひらサイズで iPhone をちょっと大きくしたぐらい。前のモデルと一緒に並べてみるとこんな感じでかなり小さくなりましたね。なんか新型が出るたびに小さくなってる気がします。肝心な重さは 400g で、前のモデルは2つとも約 900g だったので、約半分の重さになったおかげで前のと比べても持ち運びがしやすくなって、 USB-C のため車でも充電ができて手に収まる大きさなので、使い勝手はだいぶ上がってますね。ってことでもう早速これ使って車の水滴がどんな感じで飛ぶのか実際にやってみます。まずはボンネットから。はい、どうでしょうか。やっぱり強いですね。風が強すぎるんで、離れたところの水滴も一瞬で飛んでますね。使ってみた感じ、前の大きいモデルと同じくらい風強いですね。ちなみに前のモデルだと電源キーを差し込んで電源を入れるタイプで、このトリガーを握る量で風力の調整ができてたんですが、今回のミニモデルからは電源キーがなくなってボタンが一つあるだけに変更になりました。基本的にボタンを押して 0.5 秒ぐらいすると電源が入って、そこから風が出始めて1秒ぐらい経つと風力が最大になる仕様に変わりました。なので前のモデルみたいに風量の調整ができなくなったので、風が強すぎるとあまりよろしくないカメラの掃除をするのには向いてないかなと思います。完全に洗車とか掃除専用に全振りしてきた感じがしますね。それでは次に天井の水飛ばしてみます。まあ一瞬ですね。さすが最強ブロワーだなと思います。参考までに国産のマキタの風力が一番強いエアダスターで天井の水を飛ばしてみるとこんな感じ。まあ見てわかるようにやっぱりアリエクブロワーがだいぶ強いです。ただここまで風が強いのは生産国の中国はドローンが世界一発達してる国なので、ドローン技術を使って作ってるからこそここまで強い風が出せるブロワーになってるんだと思います。ここまで風が強力なんで、もし羽に指が巻き込まれたら 100% 大怪我するし、僕の先輩も昔にドローンの羽触って結構な怪我してはったんで、今回の小型モデルからブロワーの前と後ろに 5mm ぐらいの分厚めの網がつくようになって、指とかタオルとかが物理的に吸い込まれないよう仕様変更になりましたので、さらに安全に使えるようになりました。前のモデルだとこんな感じで、前側には何も網とかなくて、後ろに大きめの網があった感じです。まあ普通に使っていればこういう持ち方になるので、指が吸い込まれることなんて 100% ないんですけど、安全面にもさらに配慮された感じですね。あとは本体に使われているプラスチックが、前のこの2つのモデルまでは普通のプラスチックだったみたいですが、今回から炭素繊維強化プラスチックというなんか炭素繊維を混ぜることで耐熱性と耐久性が上がったプラスチックに変更になって、さらに本体が熱くなりすぎると自動的に制限がかかって風速が落ちるようになるウォーニングシステムってのが新たに搭載されたので、連続で長いこと使いすぎたせいで本体が熱くなりすぎてオーバーヒートして壊れるリスクも下がってるみたいですね。
試しに実験でずっとボタンを押して連続で使ってたら、確かに本体が熱くなってきたタイミングで風力がガクッと落ちたんですよね。これ故障かなと思ってメーカーに聞いたら、それがウォーニングシステムになってて、これ以上使うとオーバーヒートするってのが体感でわかるようになってるとのことでした。なので、その状態になれば本体が冷めるまで少し待つ必要はありますね。耐熱性の素材に変更になったのと、オーバーヒートを防ぐシステムが新たに導入されたことで、前の最強ブロワーと比べても安全性はかなり上がってますね。ただ、連続何分ぐらいなら使ってもメーカー的に大丈夫なのか気になったので、ついでにメールで聞いたら、フル充電でだいたい15分ぐらいは使えるけども、メーカーとしては連続3分ぐらい使ったら少し休ませてあげるとバッテリーの保護になって本体が熱くなりすぎることを防げるので、連続使用は3分ぐらいがおすすめって返事が返ってきました。このブロワー使ったらわかりますが、そんな3分も使う必要全くなく、こんな感じで1分もあれば、というか1分もいらなくて、天井の水もボンネットの水も一瞬で飛ぶので、正直1分もいらないです。それを踏まえて一番大事なグリルの水飛ばしをお見せします。はい、30秒もいらないですね。それだけで全部の水飛びます。参考までにこれがマキタだとこんな感じ。やっぱり風力の違いが明らかに出てるかなと思います。ただ映像だけだと具体的じゃないので、今から Amazon で買ってきた風速計と音量を測るやつで一体どれくらいの数字なのか、これまで使ってきたブロワーと比較してみたいと思います。今回のミニ最強ブロワーですが、風速が141キロ、音量が111デシベルでした。これを前のモデルと比較するとこうなります。はい。まさかの風力が大きいタイプよりも25キロ弱くなってました。25キロ弱くなったところで、先ほどお見せしたように、ボディの水滴やグリルの水は全く関係なく秒で飛ぶので、誤差みたいなもんなんですけど、少し弱くなってましたね。おそらく今回のミニモデルからブロワーの前後に厚めの網がついたことで、その分風が弱くなった気がしますね。知らんけど。それにしても、この一番初期の最強ブロワーの半分以下の大きさやのに、風速はこっちの方が速くて、かつ音も多少小さくなってて、マキタのエアダスタの方が数値上は風速が強いんですけど、先ほどお見せした映像でわかるように、このタイプのブロワーは、この直径7センチの大きさの風でこの風速なんで、マキタの国産ブロワーよりも風が圧倒的に強く、タオル使わずに車全体の水滴飛ばしとか、デザインによってはめちゃくちゃ時間がかかるホイールの吹き上げをタッチレスで水滴飛ばして秒で終わらしたい方は、国産ブロワーよりもアリエクの最強ブロワーの方が断然いいと思います。こういう入り組んでるグリルもそうですし、どれだけ頑張って吹いても、洗車翌日に見たら水が垂れてるミラー下の隙間に隠れてる水とか、ブロワーで飛ばしてあげないと水染みの原因にもなりますし、面倒なホイールの吹き上げもブロワー使えばすぐに終わるので、風が強いと色々とはかどりますね。最後にですね、このマキタのエアダスターとの簡単な違いを説明すると、マキタのエアダスターはこのタイプのブロワーの2倍の風力で、風最強状態で15分使えて、急速充電器を使えば1時間ぐらいで0から満タンになります。アリエクほど強くはないですが、音も最強ブロワーに比べると全然静かで、少し時間かければ水滴が全然飛ぶし、日本のメーカーで全国にマキタの営業所があるので、なんかあれば相談できるんですが、いかんせん値段がだいぶ高くて、本体、バッテリー、充電器を全部買うと45,000円ぐらいします。逆に今回のミニ最強ブロワー、風力がアホほど強くて、水滴は秒で飛んで安全性能も上がったんですが、風量の調整ができないので、常に最強状態でバッテリー満タンで15分ぐらい。0から満充電まで3時間かかるけど、風が強すぎるので正直15分も必要なくて、お値段も前の大型モデルが25,000円ぐらいと正直結構高かったんですけど、今回のミニモデルは1万円以上安くなって、今の時点で 13,654 円とかなり買いやすい値段になりました。今回の小さめのブロワーはアリエクから購入できるんですが、海外通販なんで Amazon みたいに翌日に届くとかはまあないので、すぐに欲しいって方はこのミニじゃなく Amazon で最近発売開始になった前のモデルのこの大きい方とか、最強ブロワーの親戚みたいなのが Amazon でもよく見かけるようになったので、レビューをしっかり読んでから桜チェッカーとか使って、そのレビューが桜じゃないかしっかりと確認してから自分がいいなと思ったものを買うといいと思います。それか、とりあえずブロワー欲しいって方は、このマキタっぽい色してる肝のブロワー、これも調子いいので、何かしらブロワー買って、洗車後の吹き上げをサクッと終わらしてもらえたらなと思います。アリエクで買い物したことない人がほとんどだと思うので、今からアリエクの買い物の仕方を簡単に紹介すると、Amazon で買い物するのと一緒で、全部日本語でできるようになっているので、そんなに難しいことはなくて、Amazon と大して変わらないです。アカウント持ってないと思うので、画面の指示通りにアカウント作って、支払い画面まで行ったら、支払い方法を選んで、右の注文するを押すとこれで終わりですね。支払いは3つの方法が用意されていて、ちょっと海外通販で自分のクレカ情報を登録するのが正直嫌やなって人いると思うので、それが
嫌な方はファミリーマートで支払うやり方もあったり、アメリカの決済サービスであるアリエクとは完全に独立したペイパルも使えるので、クレカ情報を入力するのが嫌な方は他にも決済オプションありますので、好きなやり方を選んでもらえたらなと思います。あと皆さんが気になるのが、注文からどれぐらいで届くかについてですが、右上の方に大体のお届け予定日が書いてあるんですが、注文が殺到したりするとタイミングによってはだいぶ遅れて1ヶ月ぐらいかかることもあるので、そこは海外通販なんで時間がかかる可能性もあります。あとはもし初期不良とか使ってすぐ壊れたとかあれば、アリエクに相談すれば返品交換返金対応してくれるので、そこは Amazon と並ぶ世界最大の EC サイトなんで安心して買い物できます。これまでの話をまとめると、半年ほど前に発売になった X64 の小型モデル。風速はちょっと弱くなったけど、本体が約半分ぐらい小さくなって持ち運びしやすくなって USB-C 充電なので車でも家でもどこでも充電できて、戦車に全振りしたことで風速の調整はできなくなったけど、強すぎる風で秒で戦車後の吹き上げが終わる最強小型ブロワーですね。まだ発売になったばかりで日本の Amazon とかにも入ってきていない新型で、それでいてお値段が前のやつだと25,000円ぐらいしてたんですが、こちらまさかの13,000円ぐらいで買えるようになって、この値段はセールとか円安の影響で多少変わりますが、1万円前半になったことで前のと比べても気軽に買える値段になったかなと思います。マキタのエアダスターもめっちゃいいんですけど、全部揃えないと使えなくて、合計で余裕で4万円超えてくるので、アリエクの最強ブロワーも出始めの時はめっちゃ高かったんですが、やっとコスパが良くなりましたね。もし初期不良や故障などがあれば、アリエクに報告すれば、返品交換、返金ができるので、最強ブロワーを試してみたい人がいれば、ぜひ実際に買って試してもらえたらなと思います。今回紹介した小型ブロワーは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、他の方のレビューも参考にしていただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると、下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルでは、鈴木のスイフトスポーツに関する動画や、カー用品、戦車グッズ、ドラレコなど、車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。